皆さんこんばんは、夏目さんちの源です。砲塔連続総攻撃のほうれん草を守る女、さやです。べちゃべちゃの砲塔を連続で投げてきます迷惑、そのほうれん草絶対知らなくてないということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。マジごめん。ほんとすごい陳謝でもね、今回のテーマはこれだから、5億人が考えたであろうネタね。そうそう、もうみんなが一回は考えたであろうなっていうネタをちょっと今日は詰め込んでみた。本当？うん。ほら、妊しめ人とかね、これみんな考えたと思うでしょ。これ大根とかさ、みんな考えたことある。これレタヌ。誰も考えてないのレタヌってなんだ。どういうことだレタスの中にいるレタス。かわいいでしょ、レタヌ。これなんて読むと思う？ちなみに最近流行ってる漫画の最近流行ってる漫画の名前に似てる。ボンボボンうるせえはい。ということで今回こちらレベル1から100。すごいよく読めたね。さやこれちょっとレックーザって読んじゃったんだよね。ここまでレックーに見えるよね。確かにレックーに見えるね。でも読めない、はい、ということで、はい、今回やっていく企画はこちら。カニレベル100チャレンジポケモン編。どういうことだ。高解像度ウニ。すごいね。はい、レベル100チャレンジっていうのを勝手に考えたんですけど、すごい。絵を描くのに対して簡単レベル1から難しいレベル100っていうのを想定したとして、はい、その中いろんなこうテーマに沿ってレベル1からレベル100のものどこまで描けんのかいっていうチャレンジ企画ですね。好評だったら第2弾もあるかもしれないけど、まあ、好評じゃなかったらスッと単発ネタになるんですけど、サムネがモノクロになってるかもしれないね。その時がっかりしちゃったまあそんな感じで、はい、第1弾これね、そもそもリクエストもいただいてたんですけど、はい、夏目さんち、何にも見ないでポケモンかけるんかいっていうのをよくゲームチャンネルの方とかにもねいただくんですよ、コメントで。すみません、それってお絵描き力ではなくて記憶力が試されるもので絵描きたるもの。ね、クイックイ理想の夏目さんちはやっぱりゲーム実況しながらも、はい、このデザインはそうゲームのね世界観をしっかり観察してるんじゃないの？知らんけどということで、ポケモンシリーズはまあ今まで全シリーズやってるわけで、そうですね、今回は出題してもらうということなので、まあ独断と偏見によるチョイスで、レベル1からレベル100というものを、10区切りぐらいでもう選んでもらってます。用意してもらったんですね。もうここにレベル1からあるんだけど、なんかレベル1の文字がなんかこうちょっとレベル1感あるね。確かに。なんか2枚ずつあるらしいです。要は僕とさえでお題が違うということで、あるので、これから引いてじゃあかしこまりました。はい、思います。レタル。ではまず1回戦目、多分これ練習問題みたいなレベルだと思うんですけど、じゃあどっちがいきます？じゃんけんしようよ。最初はグーじゃんけんぽい。負けてんだね、2倍で。これ2倍なのかお前。本当にこれ2倍なのか2倍のパワーを感じるのかこの。感じないよ、じゃあなんで出したんだよ。威嚇じゃん。威嚇、大きく見せたくなった。じゃあ僕からいきます。引くが良いさ。引きます。はい、じゃあこれね、レベル10が出てきた下から。そういうことね。いきます。はい、せーの、ドン。なるほど、ピカ V。ピカ V やん。まあ確かに分かりやすいか。ね。さすがにでもこれは行きましょうか。行きましょう。スタート。ね、さ、超初期のさ、ムチムチピカチュウにして。手のひらピカチュウのやつみたいに。手のひらピカチュウ懐かしい。懐かしい。チュー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 ってやってたよね、みんなね。一回は。さ、EV も書くの練習したな。練習したんだ。なんかさ、ピカチュウ、EV、プリンあたりってさ、いやそのリズムで何か言われるとさ、ヤドラン、ピジョンまで言いたくなっちゃうね。それが平成女子で。平成の。待って、可愛くない？待って。ちょっと待って、やばい、さやな合図してしまった。やばい、キョムッと。キョムッとしてる？キョムッとだ、これは。なんかこんなんじゃなかった？色も塗りますよね。塗るの？待って、嘘塗るの？ゲイさんチラッと見えたんだけど。みんなよ。なんか俺たちのピカチュウってさ、こうだったのよ。いや、それはちょっと違うかもしれないけど、切れ散らかされる。語弊はあるかもしれないけど。
はいということで1回戦目はい、レベル1ピカチュウとイーブイせーの。なんか違くないか嘘あれでも合ってるかこれじゃなかった。こんな感じもうちょっとでもこんな感じもうちょっと白くない胸元嘘こんな感じでなかったっけ。そんな色っぽかったっけ。確かにさやないとしすぎてる感じちょっと格別部位、格別部位どういうことみんなやってるね。眩しいってピカってこっちからフラッシュ当てられちゃったっていうでみんなやってる。そうこの線やばいよな。この線一本あるだけでなんだこの存在感は、なんか急にでっぷりするよなね。ということでじゃあまずは1回戦目じゃあ答えを見てみますかね。さやさん逆だったわ。イーブイ先っちょだ。先が白いんだね。確かにもっと白かった。そうでもまあじゃあ許してあげるよ。そんな顎にじゃあこれはクリアと。じゃあ一旦クリアということで。そうレベル1はね。そう歩みは止められない。じゃあレベル10いくから。レベル10どんぐらい上がっちゃうんだ。飛ぶな。確かにどれぐらい上がるのか知りたいね。ね。せーのドン。上がりすぎじゃね。待っていっぱい書いた私。これさやじゃん。待ってでも覚えてない。待って俺またピカチュウじゃん。確かにほぼピカチュウ。じゃあ行きますか。はい行きますか。待って俺すごいかも。すごいかも。尻尾あったっけ。尻尾あったかな。しかも下書きしてないもんさや。確かに自信満々じゃねえけど。はいということでまた5分足らずですごい終わりました。レベル10ミミッキュと一家ネズミ。せーのドン。うまっ。めちゃめちゃうまい。これほぼ合ってると思うんだけど。めっちゃ可愛い。しかもこんなんだよね。この尻尾に自信がないんだよな。なんか尻尾あったっけみたいな。尻尾私黒だった気がする。黒か。ミミッキュこのセリフよくない？よかったね。切なさポケモンキッズ TV に出てくるミミッキュはこんなこと言わない。でもまあなんかいい線いってんじゃないかなっていう。どうこれうますぎないうますぎるだろ。なんかねちょっと絶妙にね色が違うんだよ。確かにこれじゃあ何上半身と下半身でズボンとそうでも何か着てるわけじゃなくて色が違うだけだった気がするの。そうなんだ。これ違かったらすごそげんこつやげんなんこつ何言わせとんのかわいくない。じゃあ正解見てみましょう。本当だ。いや黒というかなんか2分目の色なんだね。でもほぼほぼじゃない。ほとんど合ってるよでもね。すごくない？なんか自分を褒めてあげたい。なんか背景あってよずるいし。そうなんか時間があった。ちょっと見てくれるねさやの。ちょっとデブすぎ。ちょっと裕福なご家庭かもしれない。プクプクしてるね。でもすごいね。ほら上下違うんだよね。なんか丸いなんか謎の。本当だ。なんかパズルみたいなパーツがついてるんだ。今回でも思ったんだけど、多分一家ネズミだったらネズミ4匹描いちゃったと思う。じゃあこれはじゃあ結構良かった。結構ファインプレーかもしれない。やったー。いやこれは経験がものを言いました。レベル10でこれなの？終わっただから。やばくない？もうここで退散しよう。ね。ここ気持ちよくなって気持ちいいところで終わった方がいいんじゃない？そうしよう。レベル20。せーのドン。ぽっちゃまか。どうしたそれ？目論を検索しています。お前さやが選んだのかね。よし行きましょうよ。さや目論選んだよね。選んだよ。なんだっけポケットモンスターエクササイズ。あれですね。あれです。なんだエクササイズ。なんかねポケットモンスターエクササイズ出しそうだけど。ありそう。そのうちポケモン出しそうだ。いや分かってる。なんかこうでそう。いいよ。まずペンギンを描くじゃろ一旦ね。誰かに操られて。違うハイライト入れたら。待って。助けてデュオリンゴになってしまう。デュオリンゴ。やめないよねって言ってる。デュオリンゴみたいな顔してる。まずい。レベル20で負けた場合どうなるの？でもズタボロになりながら100までやるっていう曲なんだけど。でもだってどう考えたってこいつ絶対目論じゃないんだよ。悪いんだけど。見ちゃった。でもカラーリングがこうだったってだけ信じてほしいんだよ。タイさんはカラーリングだけはなんとなく覚えてるんだな。ははーんって言って帰ってほしい今日はもう。はいレベル20ポッチャマ。目論。せーの。なんかちゃんとポッチャマなんだよな。でも惜しくない？惜しい。なんか足りないんだけど、ちょっとポッチャマじゃない？でちゃんとポッチャマだよ。デュオリンゴの香りを今。でもなんかポケモンにはいそう。なんかいやでも言いたいことはわかる。言いたいことはわかる。検索しよう。もうやめよう。目論ってさ目これじゃなかった？そんな目だった？こんな感じの目じゃなかったっけ？本
合ってる。ちょっと紳士っぽいんだよ。そうだよ、なんかさリボンみたいな葉っぱがついてる。そう頭につけちゃったからデュオリンゴになってる。そうだ、頭につけちゃったからデュオリンゴになっちゃったんだ。うわポッチャマこれは惜しいんだけど、ここが水色でここに白丸の模様があるんだね。でもなんかこの顔のこの模様あってんのすごいね。だいぶ似てる。僕これダウンだろう。これちょっとさやさんノットクリアな感じ。ノットクリアな感じ。僕もちょっとこれはもう50点ぐらいになっちゃってる気がする。いやでも70点ぐらいあげるよ。ありがとう。優しいから。はい、というわけでレベル30。レベル30。レベル30まだ半分もいってないのやば。せーのドン。あーいけますいけます。いやでも待ってこれさっきの木炉、いやデュオローよりマシかもしれん。デュオロいやこれレベル20だった説あるね。でも確かにブイズのが記憶に残ってる気がする。そうなんか新しいブイズ出てる可愛いみたいな感じの感動があったからな昔。こんな感じだった気がする。なんか尻尾もっと多かった気がする。これが間違いの始まりだった。それ破滅へのロンドンじゃない。破滅へのロンドンかもしれん。ということでレベル30、はい、ブイズでしたね。ブイズです。はい、グレイシアとサンダース。せーのドン。おおポゲッとしちゃってね。こんなんあったか知らんけど。グレイシア確かでも髪型なんか確かにそうなんかパッツンでお耳がなんかこういう感じだっただけは覚えてんの。でもなんかちょっとカットされてる感じ。しかもなんか見てお腹のさ体温がさ笑っちゃったね。ちょっといい暮らししてるこのグレイシア。でもなんかわかんない。でもちょっと違う気がするけど、でもまあサンダースって言われたらサンダースでしょ。サンダースかっこいい。じゃあ検索しますか。答え合わせ。合ってない？まあ合ってますよね。合ってる。これだから要は今から10万ボルト打ちますっていう時のサンダースだったらこうなってても大丈夫。確かに眉間にシワがギュッて寄ってて。そう全然ちゃうんだけど。そうだよね。やっぱ首なかったよね。前髪って感じになってんだもう。そうだ完全前髪ってことだ。まあこれよりマシかなって感じ。デュオローよりはマシ。やばいなこれ。次レベル40からどうなっちゃうのって感じですけど、引き続きやっていきましょう。はい。なんだかんだデイ2なんですよねこれね。はい、デイ2。デイ2。いやもうね、これレベル100チャレンジは普通だったらもうここでミスりましたストップですって話じゃないですか。違うからね。一応できなくても最後までやるって諦めない精神を求められてるからうちのレベル100チャレンジ。やばい。じゃあ僕からいくよ。はい、レベル40。せーのトン。これずるいこれ40じゃない。40じゃなくないこれ。10だよこれ。これは割とマジで公開しよう。月光がと公開しようよ。月光が。やだよ俺リザード書きたいもん。なんで月光が。月光が頑張って。そうスマブラのさ選択ボイスなんであんなにしっとりしてるのね。リザードだったら書ける。嘘。本当。リザード書けるんだったら渡すよ。書ける。ちなみに僕月光河はなんかもんやりしてる今。なんかもんやりしてるゲンさんの月光河みたい。やったー。じゃあいいよ僕が月光河行きましょう。やったー。いやでもねこれは書けるよ。この前だってツイッターで見たし。なんかほらみんなさポケポケでさなんかリザードめちゃレアみたいな話してて。確かにそうそれで見てるから手入ってた。手入る。でも地球投げするからリザードもこれギュッて抱きしめて。サトシのリザードもやってたよね。そうだから手はある。待って胸筋あった気がする。おい待てよやめろよ。リザード俺書きたかったよ。リザード書いてくれよちゃんと。こんな感じでムキムキって感じなんだっけ。あれ眉毛はない。ポケモン知ってる？そもそも何眉毛はないだろ。はいということでレベル40月光がリザードン。せーのドン。ほらリザードン。リザードンだでしょ。全然かっこよくないんだけど。なんかすごいんつってなんか人形みたいな。でもまあリザードンって分かればねこっちのもんですから。まあね。これ月光河でしょ。そうなんかの企画で書いたことある気がするけど、でもそれ以来一回も別に書いてないから。じゃあちょっとさ検索しよう。リザードン。めっちゃかっこいいんだけどリザードンというものは。目こんな感じか。ということで、月光河はすごい一番なんか特徴的なこの目の部分が間違ってたんだなこの模様がなここが。すごいでもこれ月光河ってわかる？月光河なんかこれでなんか改めて書いてさ書けなかったデザイン見てみるっていうさ、工程を踏んでから見るとさなんて洗練されたデザインなんだろうって思うよね。思うねポケモン毎回ね。とりあえずじゃあこれお互い80点ってこと。まあ80点で。まあ最後も別にデザインは80点だから
デザインはこんな顔してますけど、こんな顔してるけどじゃあいきますか。次レベル50。はい、せーのドン。でもさ、よくよく考えたらこれレベル50のところにちゃんとレベル50体のやつが来てるのね。なんか確かにレベル50出てくるわこいつ、フリーザだったらレベル50出てくる。確かにあいつ双子島で。じゃあいきますか。はい、行きましょう。はい、よーいスタート。なんか右から何かが来てる、それを私は左に受け流すみたいなデザインだったよね。わかる？全然わからない何を言うとんだって感じになってるけど、なんか青版のギャロップみたいな感じだったんだよね。確かあ、でもまあなんか言わんとすることはわかるけど、多分そのまま書いていくと失敗するね本当にさ、青版のキャラクターだからそう言うと。俺今記憶の端でスイ君書いてる。嘘、答えをさすがになんかさ、キリンくんみたいな。俺の中のスイ君がどんどん消えていくからこれ見てたらいきます。はい、せーの。すごい。これももうこれ誰が見てもフリーザだと思う。そうだよね。これ多分スイ君が書きたかった人だ。でもこれはね、ここまでさやは7、80点で成功してたと思うんだよ。これ失敗だと思う、この回は。嘘、このなんかなみなみ、ここのことを私はスイ君だって呼んでたんだと思うんだよね。僕のこの思い出のスイ君、これほんとだ、スイ君みたい。見たい。正解見せて。待って。なんか全然違くね？さや何書いてんのすごー。ほぼ正解じゃないかこれ。フリーザーはちょっとあとあれだ、胸毛がふさふさだね。冬毛なんじゃない？ちょっと寒かったねさすがのフリーザーも寒かった。確かにずっと寒かったのかも、ね。やばい、待って、レベル60。全然やばくないじゃん。やばいの隣の人だけだって。そういきます。はい、レベル60。せーのドン。ガブリアス。わかった。なんかさ、こういうやつじゃんさっきのリザードンじゃねわかったよし、よーいスタート。なんかさ、ちょっと待って、一回聞くんだけどさ、なんかさ、こういうさ、進化前の話してる？そう深まる。あ、そうそう、こういうのがさ、進化したやつでしょ。これもひでえな深まる、ガバイとガブリアス。二ち丸？いや二ち丸ってなんかいたっけ、その。どうしちゃった形はこんな感じだった。紀元前の壁画じゃない骨格から書いてるからこれ。わ、やばい、初めて記憶がない。ゲンさん、記憶がない人はこうなっちゃってるんだけど。あ、そうか、本当にね、ごめんね、止まっちゃうんだね。本当に記憶がない。本当に記憶がない。でもなんか書こう。それが大事だよね。それは大事。諦めちゃダメだよ。そう。見てビリちゃん、カブトプスどうしよう、本当にガブリエスもうみじも思いつかないんだけど。じゃあヒント。ヒント出して。いや、僕も書けないけど、思いつく限りのイメージはサメだと思う。サメっぽくなかった？サメっぽい。で見て、グライがうまくない？確かにサメっぽい、サメっぽい。そうだよね。ということで、レベル60？もうバンギラスとヨーギラス。違う、ガブリアスせーのダン。かわいくない？かわいいけど、なんかドラクエの序盤に出てくるザコみたいなそうなんだよこいつ。いやでもなんかこんな尻尾あった気しなくもない。こういうフォルムだった気がする。すごい。でもなんかさ、惜しい気がするな。じゃあもじゃくんよりはマシ？もじゃくんより全然。もじゃくんって言えばそうですこれでもさ、これすごいね。でもバンギラスではないんだよ。私バンギラスではないけど、でもなんかかっこいいね。あれなんじゃない？あれと混ざったやつとか、未来とか過去の、なんだっけ、イニシエのみたいな。なんとかみたいな。そう。じゃあ検索しよう。ガブリアス。バンギラス。全然違うなんかさ、バンギラスって可愛いね。可愛い。でも重たい。ガブリアスはこちらです。でも尻尾だけ正解だね。そう、尻尾とあとなんかね、手の下になんかあったっていうのと、ヒレね。なるほどね。でもカラーリングは確かにこれは覚えてる。この赤黄色。そう、なんかなんか赤はいたなっていう感じで赤入れたんだけど、全然違かったわね。てなわけでレベル70いきましょう。次。むずい。もうね、正直今回ここで急に僕も脱落した感じがある。こっちにおいでよ。楽しいよ。もうこのまま100まで走ります。行きましょう。行きましょう。さあ、なんかだんだん雲行きが怪しくなってきましたけど、レベル70ついに来ました。レベル70。いきます。せーの、ドン。レックさん。出たー。出たー。でもさ、
待ってミュウツーってレベル30ぐらいじゃない？結構簡単だよね。でもなんか腹立つ尻尾は覚えてる。なんだ腹立つ尻尾？それスマブラの記憶だよ。もう全部スマブラのせい。ペチーンってやつ。そうペチンってお尻だけペンペンってくるやつ。よし。そう、こうそういけてるいけてる。嘘。いけてる。頭ちっちゃい。なんか言いたいことはわかるけど、でも待って、まずこれはあれだから。でもやっぱミュウツーといえばあれでしょ。ピカほらゲイさんが早く終わらないとピカチュウが永遠に大変だし。ほらもう後半が入ってきてる。入ってきてやめてほしいから入ってきちゃう。ドーンほら行くよ。というわけでレベル70レックーザとミュウツーせーのとキモいんだけど、本当にすごい。レックーザってこんなかけるもんだって。いやすごい。何あのデザインかける意味わかんないもん。いやでもこれ練習してきた？これうちのピアノ教室に来てた小3の男の子がレックーザ大好きで書いてって言われて、多分小学校の時に5回ぐらい書いたことある。それ理想の幼少期その1じゃん。でも5回書いてそれ以降一度も書いてなかったんだけど、なんかちょっと覚えてたかも。まだなんかさ二股になってね。二股なんだって。ちなみにだってよく殴られる。先に正解言うと、なんで知ってんだよ。なんでお前が正解言うんだよ。ここの足も白です。白か。でここの後ろに取っ手ついてます。取っ手？うん。頭の後ろに取っ手ついてる。あ、ほんとだ、取っ手ついてる。こういうやつだ。こう、そうだ、そう、あったあった。これなんでちなみにこれは尻尾だからこのまま尻尾に繋がってるもの。そうだぞ。ちょっとレックーザ見てほしい。すごない？下にもあるんだ。 X みたいな感じで頭に黄色い丸があるんだね。すごいね。でもでもさ、なんかさ結構覚えてない？うん、やりたいことわかるよね。わかる。いきます、はい、次レベル80。もうかけてないのに。はい、じゃあ80せーのドン。それさっきサザンドラ思いつくって言ってなかった？まあまあ見てて待って、やばい、僕初めて世代から外れた。でも待って、ウルガモスでしょ？なんかこんな笑顔じゃなかった気がするな。やばい、わかんないせいでバケモンが生まれようとしてる俺。もうすぐウルガモスになる人でもいい？もうすぐウルガモスになりそうな人。サザンドラの進化前書いてんじゃないさや、それ。違うよ、やめなよ、そうやって人に口出しするの。さよ、これサザンドラだと信じて書いてるんだから。2025年のスタートに私こんな絵描いてんの？やば絶対もうこれだって今日から夏目さんち見てくださった方がさ、旦那さんが絵が上手な方で奥さんは愉快なんだなっていう愉快担当なんだなっていう、多分そういう役割分担があるんだって多分思われてる。その話さ、前なんかの時にもしてたよね、さやね。何の時だっけ？待って、その時もポケモンだった。その時もポケモンだったもん。さやさんポケモン苦手説あるの？はい、ということで、レベル80。レベル80。ウルガモスとサザンドラ。サザンドラってもうどでかく書いてやがる。力技すぎる。せーの。ほら似てる。でも分かる。分かるでしょ。カラーリングは合ってる。ただ、もう一個言うと、これ進化前、モノズ。モノズ？何その子？モノズめっちゃ可愛いでしょ？これあなた誰？これがモノズの進化系じゃないの？そう、ジヘッドだ。さやジヘッドのままサザンドラになっちゃったやつだよ、多分。ジヘッドのままサザンドラになっちゃった。そう、突然変異。ちなみにサザンドラは顔も手もドラゴン。全然違うじゃん。違うって。ジヘッドじゃん。書き直しておかないと。ちっちゃい。はい、じゃあ次ゲンさんの私ウルガモス。惜しい。すごい。でもちょっとずつちゃんと惜しいんだけど。ちょっとずつ違くない？全部のパーツが合ってるのにさ、全部違うんだね。全部パーツは揃ってるのに惜しい。これ惜しいよね。これでも羽の感じはいいね。確かに羽は近いのかね。いくぞ、次だ。いいぞいいぞ。次90だよ。なんとここまで来ました。あと4枚になっちゃいました。じゃあ引いちゃおう。いきますか。はい。せーの。さやが。無限だよな。あれだ。
剣立てのラストで捕まえたやつでピンときてない。わかったわかったわかった。細長い。細なんかムカデみたいなやつ。優しいよ。そんなこまで教えてくれるの？違うさ、こいつもムカデみたいな。だってそれはさ、なんかさ、あれだってね、キャタピーモードがあるやつだよね。キャタピーモード。あ、そう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 、キャタピーモードとキャタピーじゃないモードがある。キャタピーじゃないモードと。でもギラティナって結構キモいイメージある。待って、私でも無限大の一回書いたことあるよ。だってさ、サムネに書かなかったな。そう。でも待って、サムネを見るのはありですか？なしだろ。なしすぎるだろそれは。やばい、待って、ちょっと待って、どう頑張ってもさ、やばい、カブトプス令和の姿になっちゃうんだけど。こんなんだった気がしたんだけど。いいから早く帰ってこいよ、令和に。平成の化石書いてないでさ、文字通り平成の化石なんだよそいつら。化石ポケモンなんだよ。もうダメだ、これ以上思い出せんわ。ということでレベル90ギラティナとせーの。これはクリオネの骨格不要本です。いやでも分かる。わかる？いや闇落ちした兜の骨。闇落ちした兜。いや俺も無理だった。しちゃった。いや僕もマジで分かんなかった。いやでもなんかね、形はいや似てる、多分ねすごい合ってる気がする。足が3本なの覚えてる。そう足3本で、じゃあ行くか、レベル90。待って、ここで完全敗北かもしれん俺。かっこよ。無限大な。なるほどな。ここの部分ね、手に前に向いてんだ。そうだ、この黒と赤のしましま。そうだ、黒赤しましまだ。惜しい。でもなんか、でも羽1個だったんだね。なんかもうざっくりのシルエットは似てるって感じ。しょうがないな。じゃあ40、いや60点あげるよ。ね。なんでその立場なの？じゃあ最後レベル100。最後いきますか。レベル1から100チャレンジ、ついに100です。ね、せーの、ダン。アルセウス。アルセウス。しかもやばい。なんで一緒なの？まず言ってくれ。2人とも同じポケモンを本当に描いてるんですかってことになっちゃうじゃん。いやでもね、なんかね、思ってるのがなんか雰囲気は覚えてるよ。なんかね、しゃなりとしてるんだよこいつ。角ポケモンだから。待って、私なんかさ、違うポケモンとさ混ざってるかもしれない。違うポケモンがアルセウスを名乗ってる。私がアルセウスですよって。なんか嘘ついてるやついる。嘘ついてるやついる。はい、ということでレベル100最終戦アルセウスどうなったのか。せーの、ドン。全く同じところに全く違うポケモンがいる。なんかいる環境のイメージは一緒なのに、なんかしかも何これ打ち合わせしてかのように同じ光が降り注いでるんだ。で同じような緑の場所にいる。何こいつ。こいつさアルセウスだよ。芽吹きジか。違う、いたってこの石か。ゼルネアス。もう一回言って。ゼルネアス。ちょっと一旦さ、先にゼルネアス調べてみ。ゼルネアス。ゼルネアス調べてほしい。これゼルネアスじゃない？いやなんかね、しかも違うしな。しかも全然違うし。芽吹きジカが進化しちゃったみたいな。きらめついてる芽吹きジカが。じゃあアルセウス行こう。待って、アルセウス調べようぜ。すごっ。なんか言いたいことはわかるかある。なるほどね。だからこの足の感じとかさ、このチュルってなってる感じとか。なんかシルエットだけ覚えてたんだね。すごいデザインだね。ねえ。まじまじと見える。でもなんか60点ぐらいは取れてる気がする。ね。0点だからこれ。ゼルネアスだからこれ。ゼルネアスの30点。30点のゼルネアス書いてる。30点もくれるの？くれるよ。はい、というわけで、ということでレベル100チャレンジやってみましたけど、いかがでしたでしょうか？ちょっとさ、もう一回さ見返そう。ちょっと最初ね、こんなとこから始まっちゃう。これなんか余裕を感じるよね。まだ余裕を感じる。ピカチュウね。これやたらうまいミミク。ね、やたらうまいイカネズミ。で、まあなんか違うポッチャマとデュオリンゴ。デュオロー。で、これ満点3ですね。これコスプレしたイーブね。コスプレしてグレイシアになりたいイーブ。そうそう。でもこれはね、これグレイシアだよ。許してくれる？これグレイシアだと思う。結構が。そう、ドン。合ってんだけどブスなんだよな。もじゃくん。問題のね、もじゃくん。もじゃくん。フリーザーでしょ。はい、かっこいい。余裕を感じるな。ね、すごい。で、なんかモンハン世界の番組ですね。これはグライガーですね。グライガーね。あれなんだっけ？ガブリアス。なんだっけ？お題も分かってない。可愛いじゃん。可愛い。これデザインかわいい。うまっ。クーザ結構これ100点にしか。うまっ。で、
すぐ育ってるこの3つなんか体感いいんだよなんか知らん体感いいで、そしてウルガオスね、ミツクビジヘッドずっとおもろいもう全然ダメ切られてる、切られてる、読み落ちしたカブトプスの骨で最後アルセウスいやー難かったひどいさやさんがね今回めちゃくちゃおもろかった本当にポケモン書いてこなかったんだっていう人の動きしてるってポケモンのデザインの素晴らしさを改めてかみしめたということで今回のレベル100チャレンジ、勝手に夏目さんちが定めるレベル1からレベル100チャレンジですね、ですね、また何かでやるかもしれないので、その時よろしくお願いします。こんな年末にね、こんなに笑うことないって聞きたいんだけどもそろそろ取り納めかなぐらいのさ、今年の取り納めかなぐらいの動画に近いのに、これでいいのかっていう、なんかこのミュウツーに言われてもしょうがないもん、なぜ私を産んだって言われて、ごめん確かにごめんってごめんねって